以前もお世話になりました、元内閣総理大臣の菅義偉さんがですね、今回行われる予定の衆議院議員選挙に出馬せず、後進に道を譲るという決断をされたということに関して解説をしたいと思います。御年77歳での引退ということで、麻生太郎元総理とかですね、森山幹事長とか、全然菅さんの年上の方々もですね、政界に居座ると言ったらちょっと表現悪いかもしれないですけれども、まだまだ議員を続けられているわけですけれども、どうなんでしょうかね。もうそろそろ優退されるという決断をされる方々も結構いらっしゃるわけですけれども、見事な引き際だなというふうに思います。もともとですね、集団就職で秋田県から神奈川県に来て、そこでですね、市議会議員から始められたんですかね。そしてですね、衆議院議員になって30年間、令和ですっていうのを官房長官の時にやって、そして内閣総理大臣になって。ただね、内閣総理大臣になられた時はね、本当新型コロナウイルスが猛威を振るっていて、とはいえですね、1日100万回接種することができるように取り計らう。そういったですね、交渉をファイザーとかモデルナとやったりとか、多くの人の命を救ったと思います。そういった素晴らしい功績があるんだけれども、それとは別にですね、全く逆になっているということで、なんていうんですかね、すごいダメなわけではないんですけれども、すごくいろいろね、ワクチンが嫌いな人たちから非難を受けたりとかですね、そういったこともあったりとか、いろいろ政治が本当にね、あの時はね、いろいろ混乱をして、わずか1年でね、改革を進めていたにもかかわらずですね、辞任せざるを得ないような状況になってしまった。そこはすごく僕は残念だったと思いますけれども、やはりですね、菅さんね、僕も何回かお会いして、いろいろ意見交換をしたりとかしたんですけれども、やっぱ早いっていうのはもうすぐ電話で指示を出して、この問題に関してはここの部署が大事だろうということで、すぐに指示を出して、逸話として残ってるのはですね、皆さん知らないと思いますけれども、内閣って閣議ってあるじゃないですか。で、閣議決定をするときに、基本全会一致なんですね。閣僚の中でも一人、大臣でももうこの閣議は反対だってあったらもう、その人を罷免するなりなんなり、みたいな話になるぐらい全会一致で決めるんですけど、皆さんが最後、花王って言って、花を押すって書いて花王って言うんですけど、サインみたいなもんですね。サインみたいなのをこう書くんですけれども、その閣議決定を閉じるんですね。で、ホチキスで閉じるかと思ったら、小よりで閉じてたっていうね。これはなんか大法律令の時からそうだったらしいんですけど、誰も、これを、小よりちょっと非生産的でしょみたいな。小よりを作ってる業者さんがいて、小より業者の仕事がなくなるとかですね。多分そういったことがあったんだと思いますけど、それをいち早くなくしたっていう、実務家の菅さんだからこそですね、できたことなんじゃないかと。今までの首相誰も小よりをやめられない。首相どころか、その前から、大昔から変えられなかったみたいなことまで変えてしまったりとかですね。総務大臣時代には、ふるさと納税ですね。ふるさと納税もいろいろ非難はあるんですけれども、僕はこれね、ぬるっと同州制みたいなことをやったんじゃないかなと。同州制の一部っていうのは、なんていうのかな。アメリカとか多分州ごとに税制が違ったりとか、法律が違ったりとかするわけですけれども、そうやって自由度を与えて、東京じゃなくて地方でもですね、独自の企業誘致が、例えば法人税下げたら企業は立地しやすくなるんで、そういうことやったりするんですが、同州制のような痛みを伴う大きな改革ってなかなか日本でできなかったところを、ふるさと納税で、自分の出身の自治体に、寄付をして応援しようっていうね、建前のもと、実はこれ一部税金のね、改革なんですよね。だから、頑張った地方は何百億円って税収を手に入れることができるんですよ。これすごい画期的なことで、そういったことをぬるってやったりとかですね、不妊治療の保険適用とかですね、そういったこともあるんですけど、安倍首相の時代にですね、安倍内閣でですね、菅さんがやったことのもう一つ大きな功績っていうのは、インバウンドによる観光立国ですね。インバウンド、今でこそね、4000万人を超える勢いってなってますけど、一回コロナでね、収束というか、ストップしちゃったんですけれども、また復活してると。これも、抵抗勢力をどうやって分類して、その抵抗勢力をいかにですね、防ぐのかっていうところをすごく彼は頑張ってやられたみたいで、例えば何をやったかっていうと、これ、抵抗勢力になり得るところと外務省、ビザの発給が大変だと。あと、法務省の入国管理局ですね。入国管理局を要する法務省。そして、あとは警察庁ですね。外国人が来ると犯罪が増えると。あと、国土交通省と経産省。でも、国土交通省と経産省はですね、どちらかというとポジティブ。新幹線とか飛行機の見入りが増える。これは国土交通省。経済産業省は言わずもがなのインバウンド消費ですね。なので、この
抵抗勢力三役所をどうやって解き伏せるか。まず一つは、外務省。ビザの発給をできるだけできるように予算をつけて職員の数を増やしたと。法務省なんてね、ほんと刑務所とかを要していて、なかなか予算がつきづらいですね。省にちゃんと予算をつけて、入国管理局の入国審査官とかね、検査官の人数を大幅に増やしたと。警察庁が一番大変だったらしいですけど、そこは無理やり説得をしたらしいです。ということで、抵抗勢力がいなくなったんで、ビザがたくさん出せるようになって、たくさんのインバウンドが来るようになったと。あとはですね、デジタル庁の、新設とか、これは縦割り行政をなくすという意味で、デジタル庁のアプリですね、マイナンバーのアプリとかでよくできてます。まだ道半ばのところはありますけれども、前よりはかなり良くなったと思います。そして、最後に言っておかなければいけないところが、携帯電話料金の値下げですね。各キャリアにですね、ある意味圧力をかけてですね、ドコモとかですね、ソフトバンクとか、au に対して安いアハモとかですね、そういったものを作らせた。これはすごい功績ですね。とはいえですね、楽天の三木谷さんはですね、楽天新規参入を認められたんですけれども、これによってですね、三大キャリアが、格安メニューを出してきたんで、楽天モバイル0円で頑張ってたのに全然なかなか増えなかったっていうところはですね、これも見事なはしご外しだったんじゃないかなと。それぐらい決断をしたってことで、素晴らしい業績でした。本当ですね、引退されても健康に注意されてですね、ぜひ長生きしてほしいなと、そういうふうに思います。菅さん、お疲れ様でした。いってらっしゃい。